おはようございます。ガレージライフのお時間です。新しい車を買いました。ケーターハムスーパーセブン 1600GT スプリント。色は緑色です。 1.6 リッターエンジンのスーパーセブンです。ボディはパイプフレームでできていて、外装はアルミのボディです。塗装されているところは FRP ですね。フェンダーとかノーズは FRP です。この丸々したお目目がかわいい。そしてむき出しのマフラー。走るためだけに作られたような車で、無駄な装備が一切ありません。メーター、インパネ周りも必要最低限のものしかついていない。ドリンクホルダーとかカーオーディオとか、そういうのは純正で一切ついていません。めちゃくちゃかっこいいです。ジムニーのレストアが終わったんで、これからこの車を直していきたいと思います。今日から新シリーズスタートです。この車は個人売買で原車確認なし、埼玉県まで行って買ってきました。そう、この車を選んだ理由、それはタイミングとかもあるんですけど、単純に乗ってみたいからです。しかも直すところがいっぱいある。こんな程度の悪いって言ったら前のオーナーに失礼かもしれないですけど、そう、ボロいも失礼だけど、前のオーナーに許可取ってるからいい。ボロいケーターハムスーパーセブンをいじることができるなんていうタイミングめったにないんで、今回割と勢いでこの車買っちゃいました。僕が今までに所有したことのない車ですね。キャブレターエンジンの FR、2シーターのオープンカー、そして人生初の外車。乗ったこともないし、触ったこともない、そんな車なんで、これからこの車をいじることができるっていうんで、めちゃくちゃワクワクしています。スーパーセブンってケーターハムとかロータスとかバーキンとかいろいろメーカーあるんですけど、この車はケーターハムです。ただ車検証上はロータスです。ロータスがスーパーセブン最初に作ってたんですけど、途中でスーパーセブン作るのやめてしまって、それをケーターハムが引き継いで今販売しているっていう感じですね。だから車検証はロータスだけど車はケーターハムです。このチャンネルの視聴者さんがケーターハム降りるっていうことで、俊也さん直しませんかとオファーいただいたんで、埼玉までこの車を取りに行ってきました。69歳のおじいちゃん、お父さん、僕の父親と同い年の方なんですけど、定年退職の時に中古でこの車を購入して、スーパーセブンのイベントとかに出てたらしいんですけど、最近はコロナでそういうイベントも全然なくなっちゃって、車に乗れなくなっちゃったから、俊也さん直しませんかということでオファーをいただきました。最初写真で見た時、結構外装綺麗で直すところなさそうに感じて、ちょっと購入するか迷ってたんですけど、結構あちこちガタ出てますよと、直すところいっぱいありますよと言われたので、この車を購入することにしました。原車確認なしで埼玉県まで引き取りに行ってきました。埼玉熊谷ですね。この乗り降りめんどくさい感じがすごく楽しい。触らないですか？変態が一人増えた。すごくこの手間のかかるのがなんだ。楽しい車。私の呼び方？ボロポンコツしちゃって怒る。マジですか？私それ音声入ったかな？やめて。すみません、今のシーン使わせてもらって。やめて。何？ということで今日の動画はこの車原車確認なしで買ってきて、僕もまだちょっとしっかりまだチェックできてないので、
この車を隅々まで動作確認をしてみて、今後の作業方針、どこまで修理をやればいいのかとか確認していきたいと思います。まずは外装からいきますか。フェンダー、一番近くにあったフェンダー、これね FRP で、なんかこうフェンダー両方とノーズと一回直してるらしくてですね、塗装がおかしい感じがするよ、塗り直さなきゃいけないよと教えてもらったんですけど、ちょっとこうボコボコした感じがありますね。フェンダーはこう直してなんかブツブツ出てきちゃってるって言ってて、ブリスターが出てますね。後ろのフェンダーはノーマルのまま何もしてないって言ってたんですけど、こっちは綺麗ですね。ただ擦り傷があったりとか、あと FRP なんでね、こうクラックがところどころこうビシビシビシッとこうクモの巣みたいなのが入ってたりとかしてるんで、フェンダーは全て板金やり直し、塗装のし直しっていう感じです。やったね。アルミボディだから塗るところないかなと思ってたけど、ちゃんと塗るところありましたね。ボディはアルミなんですよ。で塗装してない無垢の状態なので、これね直すのがちょっと難しそうだなと今思ってます。ところどころにね飛び石傷とかこうエクボみたいなへこみみたいなのがあったりして、パテつけて直して見た目綺麗に塗ってしまえばわからないとかっていう、そういうごまかしが効かないんで、今回のこの修理はかなり難易度が高そうな感じがします。でも大きなへこみとか傷とかそういうのはなくて、全部細かいような感じなので、パッと見はめちゃくちゃ綺麗です。で今回この車はこの見た目のまま、アルミパネルとかはもうむき出しの状態で塗装したりとかしないで、できるだけこの純正っぽさを残すような感じで直していきたいなと考えてます。リア周りはこんな感じですね。テールランプ、ちょっと古臭く感じるテールランプ。でもこの感じがすごくいい。味がありますね。電球タイプ。あれ、バックランプはガラスだ。ガラスレンズですね。こっちはプラスチックです。ステッカー、ホイールは綺麗なんですけど、よーく見るとクラックが、塗装にクラックが入ってます。クモの巣みたいな感じで細かくひび割れがいっぱい入ってます。そしてマフラー、これ純正のマフラーらしいです。なんか車外のタコ足みたいな感じで出てきて、フルストレートな感じのマフラー。これ遮熱板で覆われてますけど、この中にね太鼓が入ってます。この感じだけど純正みたいです。でちょっとマフラーね、うるさかったんでサイレンサーちょっと入れておきました。そう、この車エンジンかかるんですよ全然言ってなかったと思うんですけど、エンジンかかります、この車。そう、中のウールが焼けちゃって結構マフラー音量がでかかったんで、とりあえずの処置として今インナーサイレンサーを入れています。そう、エンジンは後でちょっとかけてみたいと思います。そしてさらに丸々全部が見渡せるフロントの足回り。なかなかこういう構造は珍しいですよね。いや、足回りのこのアームはね、割と一般的な車の構造と同じでダブルウィッシュボーンで、割とこの辺の構造は普通なんですけど、足回りの全てを見渡せるこの感じ、タイヤの裏側もブレーキキャリパーも全てチェックすることができます。こういう風に足回りがね全て見える状態にある車っていうのはやっぱ珍しいですよね。このサスペンションの取り付け角度、こんなに角度がついてる車なかなかないですよね。ケーターハム独特の構造だと思います。ただやっぱり年数が経ってるからゴム部品はもうボロボロっていう感じですね。ボールジョイントのブーツが
破れてます。こっちはスタビライザーです。スタビライザーもゴムが割れてる。タイロットエンドもブーツが割れてます。でこの車のドアはこれです。これがドア。こんな風に開けることができます。あってもなくてもあんま変わらないんですけど、シートも純正品かな。ケーターハムの4点式のシートベルトがついてます。でもこれだと車検通らないんで、車検対応させるために一般的な3点式のシートベルト、これも別でついてます。子供みたいな大人が乗ってます。僕にぴったりなシールだ。地面を触るのはめっちゃくちゃ余裕です。タイヤも全然余裕。そしてちょっと体勢きついけど頑張れば地面に肘をつけることもできます。ステアリングめちゃくちゃちっちゃいです。そう、この車重ステです。パワーステアリングついてません。あとブレーキもね、ブースターついてないんでめちゃくちゃブレーキ重いです。思いっきりしっかり踏み込まないとブレーキが効かないような感じです。あとクラッチもめっちゃ重い。インプレッサーと比較にならないぐらいめちゃくちゃクラッチ重いです。強化クラッチみたいなそんな感じです。めっちゃ重い。そしてハンクラッチがほぼありません。でこの車の一番のネックな部分はね、ペダルがめちゃくちゃちっちゃいです。めっちゃペダル小さい。クラッチを踏むとブレーキペダル引っかかります。つま先の細いスニーカーとかレーシングシューズだといいんだと思うんですけど、あとヒールトゥーもすごくやりにくい。アクセルペダルめちゃくちゃ細い。室内には消火器、そして発煙筒、フロアカーペットはなしです。もともとフロアカーペットもついてて、それもオーナーの方からいただいてきたんですけど、今この現状でフロアカーペットはつけない方がいいと言われました。そう、この車水没するんですよ。オープンカーだから水没するとかじゃなくて、ちゃんとホロつけてね、屋根つけてやったとしても室内水浸しになるそうです。この足元、エンジンルームの境目ですかね、この辺が水が入ってくるらしくて、走ってると巻き上げた水で浸水するそうです。だからフロアカーペットは外してましたっていうことらしいです。運転席側もここから水が入ってくる。あとこの上の方にステアリングのシャフトの出入り口があるんですけど、ここからも水が入ってくるそうです。内装、室内にはドリンクホルダーもない。前のオーナーが自分でつけたドリンクホルダーがあります。純正ではドリンクホルダーがないです。あとカーオーディオもない。本当に走るためだけに必要な装備しかついてないっていう感じです。ホース、このホースがウォッシャーのホースです。ここにボトルみたいなのつけて手動ウォッシャーでやるみたいです。車検取る時のあれですね。走行距離は55,000キロです。メーターは260キロメーター。普通に走ってるとこれしかメーター動かないですね。日本で走ってる場合。高速道路乗ってもこの辺ですか。東名高速120キロ。3分の1しかメーター回らないね。タコメーターは7000回転まで。でもレッドゾーンがないんでどこまで回していいかはわからないです。キーシリンダーはこのダッシュボードの下のね、この辺にあります。わかるかな。
この辺です。この辺にキーシリンダーがついてます。一応バッテリーとかエンジンは生きてるんで、メーター類はちゃんと動きます。ただこのメーター当てにならないらしいです。ガソリンがゼロになる前に燃料が空っぽになってしまったりとか、水温計は生きてるけどラジエーターファンが回らないとか、そう、この車電装品がやばいみたいです。普通に走ってるとラジエーターファン回らないからオーバーヒートしちゃうらしくて、その辺直さないとダメみたいです。ホーン、うっさ、ハイビームロービームの切り替えもこういうスイッチです。ハンドル周りにウインカーレバーとかそういうのは一切ありません。これがウインカーレバー。ウインカーがつくと点滅します。ワイパー動かない。バッテリー切れかな。動いた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 。バッテリーが弱ってますね。これ何のスイッチだろう。これあんまよくわかんないです。反応がないです。なんかマフラーからの煙が出てるような。このスイッチ何のスイッチかわかる人いたら教えてください。サイドブレーキっぽい気もするけど、でもサイドブレーキじゃないですよね。トランクはこれも前のオーナーが自分でねアルミの板切り出して作ったそうです。もともとホロみたいなここの布があるんですけど、それがちょっと傷んできたからこれに作り変えたって言って、でもその外したホロみたいなのももらってきたんで、そっちに戻すこともできます。よいしょ。消火器、やっぱりゴムホース、燃料とかのホースが劣化してきてガソリン漏れとかがあるみたいで、消火器必須って言ってました。トランクはちっちゃいスーツケース一つ入るかどうかっていうところですね。続いてエンジンルームチェックしていきます。ボンネットはこうやって開けます。ボンネットのキャッチャーとかそういうのなくて、これを外すだけです。そうするとボンネットが外れます。本当にアルミパネルを板金しただけのめちゃくちゃ単純な作りです。シンプルでいいっすね。無駄がないって美しい。でフードを外すとここにこういうロックみたいなのがあるんで、これを外します。反対側も。そうするとここのノーズも外れます。エンジンはケントエンジン 1600cc です。キャブレタータイプです。駅マニもこんなタコ足ですけど純正です。エンジンルームスカスカでいいですね。カスタムとかされてないノーマルです。走行距離は5万5000キロで少ないんですけど、やっぱり年数が経ってるからあちこちオイル漏れはしてますね。ヘッドガスケットからのオイル漏れ、クランクプーリンところのオイルシールからも漏れてます。オイルパンからも漏れてます。オイルパンは一回前のオーナーが直そうとして外したみたいなんですけど、ちゃんとつけれなくてまたすぐオイル漏れしてきちゃったからやった方がいいよって言われたんで、オーバーホールとまではいかないと思うんですけど、エンジンを下ろしてガスケット類は全部交換しようと思います。あとキャブレターなんですけど、
若干ねガソリンやっぱ持ってるっぽいですね。ちょっとねエンジンルームがガソリン臭いです。キャブレターはオーバーホールしないとダメかな。ちなみにスーパーセブンチョーク、一応これがチョークになるみたいなんですけど、これがチョークのレバーで、そうチョークレバーはついてるんだけどワイヤーがついてなくて、エンジンかけるときはチョークなしで、このままセル回してエンジンかけるような感じです。あれ、オイルのレベルゲージなくね。あれ、オイルどう点検するの？違うね。オイルのレベルゲージないの？ないことないよね。これこれか。これだ。折れてますね折れてたからレベルゲージだと分からなかった。これだ。ちゃんとオイル入ってます。よし、それじゃあエンジンかけてみたいと思います。マジでねうるさいんですよこの子。でもサイレンサー入れたから若干は静かになったかな。エンジンかかりました。こんな感じでエンジンが安定するまでは少しアクセル吹かしてね、回転数上げてっていう感じでやってあげないとエンジンがかけられない感じです。キャブレターのチョークなしなんで、この寒い時期は特にエンジンかけるの結構難しいみたいです。このかけ方前のオーナーからしっかりと教わってきました。でもセル回してアクセルペダルで拾うタイミングがちょっと難しいです。ちょっと失敗するとバックファイヤーでパンパンこっちのキャブの方で音鳴っちゃったりとか、エンジンせっかくかかったのにアクセル戻しすぎちゃってそのままエンジンストールしちゃったりとか、意外にねかけるのが難しいです。でも一回安定してしまえばこうやってちゃんとアイドリングします。ちょっとこれ見にくいんですけど、4速マニュアルです。操作方法は1速、2速、3速、4速、リバースはシフトノブ押し込んで1速の隣です。ストロークはめちゃくちゃ少ないです。びっくりするぐらいショートストローク。サイドブレーキは助手席の足元ですね。これがサイドブレーキです。敷地内しか動かせないですけど、こんな感じです。
ハンクラッチはめっちゃ難しいです。遊びが本当にない。ハンクラだけで動かそうとするとエンストしそう。左足プルプル案件です。軽くアクセル吹かしてあげて、そして乗ってみた感じ、なんとなくわかると思うんですけど、ほぼゴーカートって感じです。めちゃくちゃパワーのある車のでかいゴーカートって感じです。目線の高さもね、まんまそんな感じですし、ステアリングの重さとかペダルの感じとか、ゴーカートのめちゃくちゃいいやつっていう感じがします。あんま表現的にはね良くない言い方かもしれないですけど、ほんとそういう風な感じがします。でも鼻先がめちゃくちゃ長くて、なんか距離感がちょっとわからないわけじゃないんですよね。なんか変な感じがするんですよ、この目線が。でも見晴らしがいいから左前とか障害物とかもねしっかりかわせるというか見えるんですよ。しっかりと見えるんだけど、なんかこう鼻先の長さが変な感じがします。あと動かしてるとマフラーがすぐここにあるんで、かなりね音が直で聞こえるというか、この辺からすごくレーシーな音がして左耳がねすごく癒されます。車を動かしてるだけで左耳が癒されていく。車の大きさ的にはほとんどジムニーと変わらないですね。高さじゃないですよ、前後とか幅の話です。車の高さでいうともう圧倒的に低いです。ジムニーの半分ぐらいです。横に並べるとこうです。はい、ジムニーの方がでかいです。普通にでかいです。ケーターハムが軽自動車みたいに見える。インプレッサと並べてもこうですもんね。かなり低いですよね。駐車場の前側でみんな鼻先の出面は合わせてあるんで、これで後ろの方を見るとこんな感じです。ジムニーとケーターハムは同じですね。ただインプレッサめっちゃ長いです。ケーターハムね、思った以上にちっちゃいです。かなりコンパクトです。車重は550キロ、それに 1.6 リッターの NA エンジン積んでるんでめちゃくちゃ速いらしいです。ちなみに車の腹下こうなってます。最低地上高9センチぴったりです。若干場所によっては9センチ切るかな。地面の凸凹加減とかだと。一番低い場所がオイルパンですね。オイルパンヒットしやすいらしくて、ぶつけてへこんだりとかオイル漏れとかしないようにオイルパンガードがついてますね。車の下側フロアはもう完全フラット状態ですね。真っ平ら、アルミパネルビタッと1枚貼ってある感じです。水温が結構上がってきたんで一回エンジン切ります。メーターがピコピコしてる。やっぱり当てにならないんだこれ。エンジン切ります。はい、こんな感じでございます。ラジエーターファン回らないんで、あんまり水温上げすぎるとオーバーヒートしちゃうから、やっぱりこれがラジエーターファンで合ってました。このスイッチ入れるとラジエーターファンが回ります。だからこれ入れてラジエーターファン回しとけばオーバーヒートの心配がないんで、アイドリングというかエンジンかけてても大丈夫ですね。もう一回エンジンかけてみます。今度は室内目線から。多分一回エンジンかけたから素直にエンジンかかってくれると思います。かかんねえか。かかりましたね。ラジエーターファンオン。サイレンサー入れたから排気音結構静かですね。外した時めちゃくちゃうるさかったんですけど、サイレンサー入れて正解でした。ちょっとだけサイレンサー外して音聞いてみましょうか。
めちゃくちゃうるさいんですけど、めちゃくちゃいい音するんすよ。よいしょ。やっぱりうるさいからサイレンサー入れておきます。一応純正のマフラーなんですけどね、中のウールが焼けちゃってるからやっぱりうるさいですねでもめっちゃ音いい。音量がでかい小さいとかじゃなくて音がいい。サイレンサー入れちゃうとなんかゲホゲホしたようなズブズブしたような音になるんですけど、これ外して中のウール詰め直ししてでやってあげるとめちゃくちゃ気持ちいい音が出そうです。もうこれはね絶対直さなきゃダメな部分の一つです。あとちょっとね排ガスが臭いですね。燃焼が合ってないからかな。もしくはオイル下がってるのかな。ちょっとね排気のあれがベトベトしてたりもするんで、もしかしたらオイル下がりしてるかもしれないです。まあだから多少エンジンねメンテナンスしてあげて、キャブレターオーバーホールして燃焼をしっかり取ってあげてってやってあげるとね、めちゃくちゃ楽しい車になりそうです。ただクラッチマジで重いです。はい、ということでこれからこの車を直していきたいと思います。前のオーナーが乗らなかったとしても月1でエンジンかけてオイル回してとかメンテナンスはねちゃんとやってくれてたんで、そうエンジンとミッションはめちゃくちゃ調子がいいです。一応予定としては、エンジンもミッションも下ろしてシールとかの交換、乗せたままでもできなくはないと思うんですけど、下ろしちゃった方が作業楽なんで、そう全部下ろしてでガソリンタンクも下ろしてで外装も全部外して、もうほぼレストア、作業内容はほぼレストアと同じような感じで全ばらしをして、しっかりとねあちこち直していきたいと思います。見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。